レトロウイルス配列の仮説、機能的なコードなのか、病原性ウイルスなのか。進化論の擁護者たちは、レトロウイルス、レトロビルスのコードが、人間とチンパンジーのゲノムのほぼ同じ場所に存在していることを発見したと主張します。それゆえ、共通の祖先がこのウイルスに感染し、それを子孫である人間とチンパンジーに受け継いだに違いない、と。この仮説の真相は何でしょうか。答えは、遺伝子配列の中にある、この主張されているレトロウイルスのコードは、機能的なコードであって、病原性のウイルスではない、ということです。むしろ、それは細胞内で重要な役割を果たすための機能的な配列のコードであることが判明しています。このコードは、P53 遺伝子のゲノムの調節プロセスを助けています。この P53 遺伝子の機能に異常が生じると、癌を発症する可能性があります。実際、癌患者の半数が、P53 遺伝子の機能不全を直接の原因としています。したがって、レトロウイルスのコードだと主張されているものは、病原性のウイルスではなく、機能的なコードなのです。それらは完全に自然な遺伝子として振る舞い、その機能を効果的に果たしています。それは感染ではなく、ゲノムはそれを病原性の感染として扱ってはいません。もしそれが病原性の感染であったなら、疫学の分野、実践的な分野で知られているように、細胞はウイルスに感染すると、アポトーシス、プログラム細胞死によって死滅するのが一般的です。生き残ることは愚か、その細胞が、通常は最も純粋で健康な細胞である受精卵となって、そこから胎児が発生する、などということはありえません。同じ場所の矛盾。しかし、なぜ同じコードが同じ場所に存在するのか、と尋ねる人がいるかもしれません。生物の世界では、進化論の擁護者たちが異なる進化の道筋をたどったと自ら認めている生物の間でも、レトロウイルスに似たコードが同じ場所に存在しているのが見られます。したがって、質問は再び進化論の擁護者自身に戻ります。二つの生物が異なる進化の道筋をたどったのに、なぜ同じコードが同じ場所にあるのでしょうか。これは例えば、狐のような肉食動物と、羊のような反数動物に見られます。これらはそれぞれ完全に異なる進化の道筋をたどっているにもかかわらず、同じ現象が見られます。また、ヒヒと猫の間でも、全く同じ場所に同じ現象が見られます。あなたは、これ同じ場所に2つのコードが存在することを自然なこととして受け入れ、ある生物が他の生物から進化したことの証明とは関係がないとするか、あるいは進化的に無関係な2つの生物間で、同じ場所にある2つのコードが一致することに対する正当な理由を見つけ出すかのどちらかです。さらに、これらすべてよりもっと驚くべきことがあります。もし私たちが、異なる2つの生物間でレトロウイルスのコードが同じ場所にあることは、進化の証拠である、というこの主張を、そのままの形で適用したとすれば、それは理論の誤りを証明する証拠となるのです。プターブ1レトロウイルス配列の矛盾、進化の木の破綻。それでは、それがどういうことなのかを説明しましょう。よく集中してください。科学者たちは、チンパンジー、ゴリラ、アフリカの猿、旧世界の猿には存在するが、人間には存在しないレトロウイルスのコードを発見しました。それが、プターブ1のコードです。進化論の文献によると、人間とチンパンジーの共通祖先は、人間とチンパンジーが分岐する前にゴリラから分かれたとされています。したがって、もしゴリラとチンパンジーに同じ場所にレトロウイルスのコードが見つかった場合、それは人間に必ず存在するはずです。さもなければ、進化の木は幻想ということになります。進化論の擁護者の主張はこうです。人間とチンパンジーの共通祖先は、人間とチンパンジーが分かれる前にゴリラから分かれた。だから、ゴリラとチンパンジーの両方に同じコードがあれば、人間に存在しなければならない。さもなければ、進化の木は正しくない。驚くべきことに、実際にその通りになったのです。科学雑誌、サイエンスデイリーに掲載された科学的研究によると、プターブ1型レトロウイルスのコードはゴリラとチンパンジーには存在しますが、人間には存在しません。これは、進化論者自身が主張する論拠によって、進化全体を覆すものです。ちなみに、これまでの3つの質問、染色体数、回帰性後頭神経、レトロウイルス配列は、進化論の最も有名な証拠です。そして、最も有名な進化の証拠を詳細に検証した結果、私たちが到達する結論は次の通りです。進化論は、単なる哲学的推測と頭の中の過程に過ぎない、ということです。科学と徹底した研究は、
常にこの理論を窮地に追い込んでいるのです。理論を信じるのは簡単です。なぜなら、それが唯物論の自明な根拠となるからです。しかし、信じることと、その信仰を証明することとは、全く別の話なのです。人体の痕跡器官、耐火器官の真実とは、痕跡器官、ベスタイジアルオーガンズ、あるいは耐火器官は、かつて進化論の最も有名な証拠の一つでした。今から百数十年以上前には、進化の残骸だと想像されていた痕跡器官のリストが180近くもありました。しかし、科学が発展し、これらの器官の機能が発見されるにつれて、リストの数は減少していきました。そして今日、私たちは無益な器官をほとんど知りません。この事実により、進化論の主張は進化論自身の反証となってしまいます。もし進化論が正しければ、耐火器官は非常に多く存在するはずで、時間が経つにつれて新しい無益な器官が観察されると予想されます。しかし、真実は逆でした。驚くべきことに、彼らが進化の残骸として指摘していた中には、今日では不可欠であることが分かっている器官も含まれていました。当時の科学知識の不足から、それらは進化の残骸として扱われていたのです。例、彼らは副甲状腺、血液中のカルシウムバランスを調節する線を、進化の残骸であると指摘していました。もし副甲状腺の分泌が減少すれば、人は生涯にわたる補充療法が必要となり、さもなければ骨や神経に深刻な問題が生じる可能性があるにもかかわらず、彼らはそれを進化の残骸だとみなしていたのです。さらに驚くべきことに、彼らは体内のホルモンの中枢である下垂体を、進化の残骸だと想像していました。下垂体は神の創造の脅威の一つであり、その大きさは豆粒程度、重さはわずか 0.5g ほどです。この小さなサイズから、彼らは進化の残骸だと考えましたが、何年にもわたる研究により、この小さな線が、成長ホルモンをはじめとする非常に重要で重大なホルモン群を分泌していることが判明しました。成長ホルモンは、その量が1億分の 1g のわずかな単位で増減するだけで、巨人症や小人症という病気を引き起こします。骨格構造全体に、これほどわずかな増減で巨人化または矮小化という完全な変化をもたらすのです。この小さな線が分泌する成長ホルモンの驚くべき作用については、以前にも述べた点です。下垂体の奇跡と進化論者の5人。この小さな下垂体は、成長ホルモン以外にも奇跡的なホルモン群を分泌しています。例えば、血圧を調節するホルモン、甲状腺を活性化するホルモン、排卵ホルモン、思春期ホルモン、乳汁分泌ホルモンなど、この小さな線から驚異的で重要なホルモンの長いリストが分泌されているのです。進化論の擁護者たちは、その小さなサイズから、この奇跡の線を進化の残骸だと想像していました。また、進化論の擁護者たちは、涙を分泌する涙腺も進化の残骸であると考えていました。なぜなら、彼らはまだ、人間にとっての涙の特性や重要性を知らなかったからです。これら奇跡の線を進化の残骸として扱った書籍の表紙がこれです。この本は、進化論の学にあるお点です。考えてみてください。もしあなたが1世紀前に進化論を信じる外科医の手に委ねられていたらどうなっていたでしょうか。その外科医は、何の役にも立たない進化の残骸として、あなたの体からどれだけの器官を摘出し、ゴミ箱に捨てていたでしょうか。しかし、1世紀が経った今、この迷信は止まったのでしょうか。驚くべきことに、いや、うんざりするほど、この主張は現在に至るまで止まっていません。なぜなら、もし進化論が正しければ、かなりの数の進化の残骸が存在するはずだからです。それゆえ、彼らは人間には進化の残骸が必ず存在する必要性を宣伝しているのです。悲しいことに、ここでイデオロギーが科学を支配しているのです。ここではイデオロギーが支配的で指導的となり、科学と科学的研究は、指導する側ではなく、指導される側へと従属してしまっています。残念ながら、彼らは今でも少数の器官を進化の残骸として宣伝し続けています。その中の一つが虫垂です。私がたまたまアイン・シャムス大学の医学生が使う外科の教科書を読んでいたところ、この一節に目が止まりました。アペンディックスイズザタンシルオブギット。虫垂は消化管の扁桃である。虫垂は、消化管にとって扁桃が呼吸器系にとってそうであるように、消化器系の免疫システムなのです。これは医学生が大学の講義で学んでいることであり、進化論の解説書で語られていることとは完全に逆です。科学と進化論の擁護者が彼らの書籍で宣伝していることは、全く別のものです。科学雑誌、サイエンス・デイリー、
サイエンスデイリーによると、虫垂は消化器系の免疫システムにおける隠れたヒーローである、とのことです。したがって、虫垂切除手術を受けた人は、他の人よりも下痢になりやすいのです。さらに、虫垂はあなたの命を救うことさえあるのです。これは、サイエンティフィック・アメリカンの別記事のタイトルです。親知らずは本当に進化の残骸なのか。しかし、彼らは今もなお、親知らず、致死は進化の残骸であると言い続けています。これは本当でしょうか。多くの咀嚼を必要とする食生活においては、親知らずは実際には非常に重要な必要性があります。食物をさらにすりつぶすのを助けるために不可欠なのです。世界のほとんどの国々のように、より多くの咀嚼を必要とする人々にとって、親知らずは実際の必要性があります。親知らずを使わないのは、ジャンクフードなどのファストフードに依存している結果です。一方、野菜が豊富で、多くの咀嚼に頼る食生活を送る環境では、親知らずは自然な必要性とみなされます。そして、これらすべてを脇に置いて、少し考えてみてください。人間よ、自然に抜け落ち、あなたが迎えようとしている年齢段階に適した丈夫な歯に置き換わる乳歯について考えてみてください。これは、あなたの年齢段階に応じて必要とするすべてのものが完璧に神によって創造されていることを示しているのではないでしょうか。そして、丈夫な永久歯が生えた後、次の段階で親知らずが出現し、他の歯を押し固め、歯と歯の間の隙間を閉じるのです。創造の英知は、たとえ現時点ではあなたにその液が隠されていたとしても、すべてのものには液があることをあなたに教えてくれます。